あかりちゃん、ら抜き言葉って何？急にどうしたの？この前葵に、それ、ら抜き言葉って言われたんや。まあ、ら抜き言葉に関しては時代の流れだから気にしなくていいよ。そうなんだ。あかりちゃん、喉乾いたから冷蔵庫のこう飲んでいい？いいよ、あかりちゃん、お昼は醤油、麺にしようよ。いいよ。いや、よくねえよ。ら抜き言葉ってそういうことじゃないから。はい、というわけで、ら抜き言葉なんだけど、理解するには学校文法の復習が必要です。分かっている方は次のチャプターまで飛んじゃってください。学校文法？学校で習う文法のこと？主に中学校の国語の時間で習ったやつだね。密円形とか五段活用とか、そういうやつ。ああ、あれか。一生使わん知識だから忘れたわ。まあ、とりあえず忘れてても大丈夫。ら抜き言葉の理解に必要な部分だけ解説していくね。さて、問題です。動詞の書くを活用させてください。活用？つまり、書くの形を変えて、括弧を埋めてみてね。字を書かない、字を書きます、字を書く、字を書くこと、字を書けば、字を書け。何も考えていないのに正解が溢れてる。これは大宇宙のアカシックレコードと脳が直結しちゃってるに違いない？そうだよ。え？あかねちゃんは選ばれし者だよ。いや、あかりちゃん突っ込んでよ。大宇宙なんちゃらは私にはよくわからないけど。でもさ、言葉って不思議じゃない？幼稚園児だって日本語喋ってるんだよ。なるほど、うちは英語を超難しいと思ってるけど。アメリカじゃそこらのクソガキが喋ってるわけだからな。で、もともと人間には何らかの普遍的な文法が備わっているのではという考えが。この件はめっちゃ議論がありそうなので、コメント欄でみんなで論争しましょう。バリ雑言はダメだぞ。ではでは、話を戻して、あかねちゃんに答えてもらったこちらは、それぞれ、密円形、連用形、終止形、連帯形、仮定形、命令形、これらを動詞の活用形と言います。うちはこの辺からもうわからないわ。じゃあ、ちょっと解説するね。まずは、未然形、助動詞のないに連なる形だね。他には、よ、れる、られる、せる、させる等もあるよ。具体的には、書かない、読もう、起きよう、起きられる、読ませる、起きさせるって感じだね。なんで未然形と呼ぶかというと、未だしからずということで、動作や作用がまだ成り立っていないことを示す形からです。ただし、注意点として、あくまで代表的な使い方を名称に用いていると考えてね。未然形だから全て未然の意味になるというわけじゃないんだね。次は連用形、助動詞のますに連なる形です。他には、だ、だい、で、たり、ながら、等にも連なります。あと、連用形には、中止法という用法もあります。中止法というのは、コーラを飲み、ラーメンを食べる、の、飲みという用法のことです。で、連用形は、用言に連なる形、ということなんだけど、これも、さっきの密円形と同じように、代表的な使い方を名称に用いているだけだからね。他の活用形も同じです。用言。用言というのは中国文化や仏教の対有に由来があって、大が物の本体、実体を表して有が物の作用、働き、属性等。つまり、用言は動詞、形容詞、形容動詞。体言は名詞のことを言うんだよ。さて、お次は終止形です。終止形は文を言い切る形で、動詞の基本形です。他には、と、けれど、が、から、などの付属語に連なる場合があります。連帯形は、時、こと、人、物、などの体言に連なる形のことです。仮定形は、助詞、ま、に連なる形のことです。命令形は、命令の形で言い切る形のことです。以上が活用形なんだけど、最後にちょっとまとめるね。書くの活用表はこんな感じになるんだ。この表の語感というのは活用しても変わらない部分のこと。活用して変わる部分のことを活用語尾と言います。密円形だと語感のが、表のが、ないで書かないとなるわけだね。あかりちゃん、うちこんな表覚えられんわ。いや、表を覚える必要はないんだよ。さっきの問題で脳内から回答が溢れ出たよね。確かに。覚えるべき呪文はただ一つ、ないます言葉です。ないます言葉？これさえ覚えておけば、
未然形はない、連用形はます、連帯形はこと、仮定形はばって感じでいけるよ。なるほど。例えば、読むの連用形知りたい場合は、連用形は、ます。だから、読みますになるわけだね。さてさて、今までは動詞の活用形をやってきたけど、学校文法の最後の解説として、動詞の活用の種類をやります。同じじゃないの？今までは動詞の活用形の説明で、これから説明するのは動詞の活用の種類なのです。なるほど。わからん。動詞の活用の種類は5つあって、5段活用、上一段活用、下一段活用、可行変革活用、作業変革活用。で、さっきまで見てもらってた角の表は、可行5段活用という名称の表だったのです。なんで可行5段活用と呼ぶかというと、50音図で、可行の未然形はか、連用形はき、終止形拍、連帯形拍、仮定形はけ、命令形はけ。と、このように、可行の5段にわたって活用するから、可行5段活用と呼んでいます。例えば、読むの活用は、ま行5段活用で、ま行の5段にわたって活用するんだよ。つまり、一般化すると、未然形は、母音は、お、連用形は、い、終止形は、う、連帯形は、う、仮定形は、え、命令形は、え、となるんです。あかりちゃん、一つ疑問なのだが、さっきの学の表なんだけど、この表の連用形のいは何なの？可行じゃないよね。ああ、これは音便といって、書きたというのは言いづらいから、書いたってなるんだよ。だから、活用表に書かないという考えもあるから、カッコに入れてあるの。なるほど。次は、上一段活用です。活用は、起きるなら、切る、切れ、切ろ、きよ。上一段という名称の意味は、普段から見て、神の一段のみを使って活用する、という意味なんだよ。一般化すると、いる、いれ、いろ、いよ、となるわけです。次は下一段活用。受ける、だと、ける、けれ、けろ、けよ。下一段はさっきと逆で、普段から見て、下の一段のみで活用します。一般化すると、える、えれ、えろ、えよ。あと、残りの2つは、同時に説明しちゃいます。1つ目は、可行変革活用。通称可変と呼ばれます。来る。1つだけの活用です。最後は、作業変革活用。通称左辺。する、と、何々するが左辺です。何々するってのは、例えば、掃除する、勉強する、などなどです。葵しない、葵せぬ、葵させる、葵します、葵する、葵すること、葵すれば、葵しよ、葵せよ。妹の葵ちゃんは残念ながら左辺にならないよ。でもうち葵することあるよ。なんでやねん。何々するっていうのは左辺複合動詞というんだけど、何々に入るのは動作、作用を表す名詞が入ります。ただし、絶対じゃないです。あくまで傾向です。これで全部なの？ありおりはべり、今そかりは？それ込むんだよね。こんな感じで、古典で9種類あった活用の種類は5種類に収束されたのです。ところであかりちゃん、動詞って星の数ほどあると思うんだけど、活用の種類を一個一個覚えるのは無理じゃない？それは簡単に見分けがつくよ。まず、下辺、左辺かどうか確認します。違ったら、動詞にないをつけて活用させます。だったら5段活用。だったら上一段活用。だったら下一段活用。例えば走るなら走らない。だから5段活用なわけだね。以上で学校文法の解説を終わります。さてさて、やっと本編に入ります。長かったな。ら抜き言葉の前に、可能について考えてみましょう。可能？日本語の可能ってどんなのがあると思う？できる？正解。日本語の可能表現は主に3パターンあるんだよ。1はとりあえず飛ばして、2の例は走ることができる。3の例は走り寄るって感じです。
ここからがら抜き言葉と関係してくる部分です。まず 1A については、動詞に助動詞の出る、られるをつけると可能の意味を表すことができます。こちらは五段、上1、下1、下辺、左辺、すべての動詞が対象です。ただし、左辺に関しては可能というより受け身の意味になる場合がほとんどです。というか、出る、られるは受け身、可能、自発、尊敬、4つの意味を表すことができます。4つも。それは、レルラレルくん。頑張りすぎやで。頑張りすぎのレルラレルくんに助け舟を出したのが五段活用くんなのです。五段活用くんは可能動詞というものを作りました。例えば、書くは書ける、読むは読めるとなって、活用も下一段活用になり、命令形もなくなります。その代わり、レルラレルくんから可能の意味を受け取り、自分のものにしたのです。自らのアイデンティティを失ってまで助けるなんて、なんてイケメン。ここでちょっとレルとラレルの使い分けについて解説します。レルは五段活用の未然形と左辺の未然形の差に接続します。ラレルはそれ以外の動詞の未然形に接続します。そしてやっとら抜き言葉について解説できます。長かったな。先ほどからの説明通り、五段活用は可能動詞を作ることができます。一方、上1、下1、下辺は可能動詞を作ることはできません。で、どうするかというと、助動詞、ラレルをつけます。レル、じゃなく、ラレルを使う理由は、さっき説明した通り、接続の関係です。下一段の食べる、だと食べられる、になります。しかし、上一くんたちは、このまま、ラレルを使うと、可能以外の意味も表してしまいます。そこで、五段活用くんの大活躍を見て、よし、俺らも可能動詞っぽいことしてみようぜ。試しに、らでも抜けば可能動詞っぽくなるんじゃね？これが、ら抜き言葉、なんです。なるほど。結局、これは可能動詞になったということなの？いや、可能動詞ではないんだよ。学校文法では誤りとされ、通称、ら抜き言葉と呼ぶんです。そうか。学校教育は、やっぱりパクリには厳しいんやな。あかりちゃん、そういえば、左辺くんはどこに行ったの？基本的には、左辺、つまりするは、1の C、できるになるわけです。掃除する、なら、掃除できる、って感じになります。なるほど。青いするも青いできるになるもんな。なんでやねん。でも、うちは納得いかんな。ほら、五段くんが先陣を切って可能動詞を生み出したわけじゃん。やっぱりパイオニアとして尊重してあげるべきと思うよ。文化庁でね、年に1回、国語に関する世論調査ってのをやってるの。令和2年の調査で、ちょうど、ら抜き言葉について調査してるんだよ。ちょっと見てみましょう。赤の棒グラフが正しいと言われているラレルの用法で、青がら抜きです。言葉によって結構違うんやね。このグラフをどう読むかは結構難しいね。過去から続く正しい文法で正しく話している人が半数近くいる。だから、ら抜きは間違いだ派の人と、今この瞬間で半数もら抜きで話してるんなら問題ないんじゃねって派閥の人がいます。悩ましいな。このら抜きの調査、実は過去もやっていて、ちょっとデータを見てみましょう。2の下辺は結構変わってきてるね。他は25年近く経ってもそんな変わってないんだね。ただいま。お、あかりちゃんじゃん。何やってんの？学校文法、こんな使えない文法、今更教えてたの？今は外国の人向けの日本語教育文法とか言語学とかの視点が必要じゃない？学校文法の問題点は品詞論に終始して実践的な日本語の運用の観点が全くないから、まあ古典文法への導入として中学で勉強するというのはわかるけど、でも学校文法は勉強しても社会人に必要なわかりやすい日本語の文章作成等に全く役に立たないからやるだけ。あかりちゃん、とりあえず、青いしようか。そうだね。青いしちゃおう。青いするって何？青いせよ。ああ。よかったら次回の動画作成の励みになりますので、コメント、チャンネル登録をお願いします。あと、面白いと思っていただいたら、高評価もぜひぜひお願いします。では、次の動画でまたお会いしましょう。